おはようございます。メグリカミ太一です。今日はソース書論を紹介します。フランスで最もポピュラーなソースベアルネーズをベースに、そこにトマトコンカッセもしくはピューレドトマトを入れたものがソース書論になります。それでは一緒に作っていきましょう。まずはじめに香草を切っていきます。セルフィーユとエストラゴン、よく洗って水気を切ったものをアッシェにしていきます。香草を切るときはよく切れる包丁を使って包丁前後にスライドさしながら切っていきます。こうすると繊維が潰れることなく、香草から水が出ることなくきれいにアッシェすることができます。それではサバイを書いていきます。レディクションの中に黄身を入れて、黄身と同量の水を入れます。この時まだ火はつけていません。卵を入れたらすぐにかき混ぜてください。レディクションの酸味が卵を変質させてしまって硬くなったりしてしまいます。ですので卵を入れたらすぐ混ぜて、そこから火をつけて火を入れていきます。サバイをモンテするときは泡立て器を8の字に動かして泡立てていきます。その時鍋肌を触りながら鍋の温度をチェックして、こまめに鍋を回しながら泡立てていきます。こまめに鍋を回すことによって均一に火が入っていきます。あと鍋肌を触るのは手で触れるぐらいの温度で泡立てていくとちょうどいい感じになります。手で触れないぐらい熱くなると火が入りすぎてしまいますので気をつけてください。あと人によってはバンマリ湯煎にかけてサバイを描く人もいますけども、私個人的にはこの直接火に当ててサバイをモンテしていく方が好きです。あと個人の好みによりますので、いろいろ試して自分の好きな方を選んでください。このベアルネーズのレディクションですけども、前回上げた動画に分量がありますので、そちらを参考にしてください。概要欄に貼っておきます。このように鍋底が見え出してきたら火が入ってきている証拠になります。底が見え出してきたからすぐ火が入ったわけではありません。それでもしばらく全体的に火を入れ続けてください。このように先ほどとは違って全体的に濃度がついてきました。火が入った証拠です。ここで火を止めてモンテオブル、バターでモンテしていきます。フレッシュバターの代わりにスマッシュバターを使う人もいます。私個人的にはフレッシュバターの方が乳香も入ってクリーミーに仕上がるので好きです。最後に少しオリーブオイルを入れても軽い感じに仕上がりますので試してみてください。きっちりモンテオブールできたらこの後ソースをこします。ゴンベラを使ってきれいにソースを取り切ってください。この後よくこしていきます。エシャロットの中にも旨味が残っていますのでよく絞ってください。絞り終わったら同様にゴンベラを使ってソースをきれいに取り切ります。ここで最後仕上げていきます。塩をして先ほど切ったセルフィーユエストラゴンを入れます。この段階、セルフィーユとエストラゴンが入った段階ではソースベアルネーズと言います。ここにコンカッセトマトもしくはピューレトマトを入れるとソースショロンに変わります。このトマトですけども、夏場に美味しいトマトの時期に大量に仕込んで冷凍保存しておくと便利です。あとこのトマトを入れる代わりにフォンドボーをレデューしたもの、煮詰めたものを入れるとソースフォヨという言い方をします。あとベアンネーズのベースでセルフィーユエストラゴンをミントに変えればソースパロワーズという呼び名に変わります。フランス料理ではよくあることで、一つのベースのソースにいろんなものを足すと名前が変わります。今回紹介したベアンネーズの作り方ですけども、失敗しにくいと思います。ぜひ家でも作ってみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。